はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで今日もね、旅行関連の動画を作ろうと思っていて、その中でもね、カメラ関連ですね。僕はこの半年のバックパック旅行にざっとこれぐらいのカメラっていうのを持って行ってたんですね。ちょっと持って行き過ぎだろっていうふうに思われると思うんですけれども、実はねこれにねプラスしてねもう一つカメラっていうのを持っていってたんですけれども、それ帰国途中になくしてしまうっていうね大失態を犯してしまって、それはアクションカメラの、ね、DJI のアクション5 Pro というモデルで、それはね今の手元にはないわけなんですけれども、ざっとこれぐらいのカメラっていうのを持っていってたんですね。なので実質的に1234567でなくしてしまったアクション5 Pro っていうことで、全部で8台のカメラっていうのを持って行ってたんですよ。これだけのカメラを旅行中に持っていくっていうのはなかなか頭がおかしいなと自分では思うんですけれども、ただね今回ねこれだけたくさんのカメラを持って行ってた理由っていうのは、自分の中でやっぱり実際ね旅行するっていう風になった時にどのカメラを使うのかっていうのをね試してみたかったんですね。でやっぱり半年間映像を作りながら旅行していたっていうこともあって、僕の中でね結論めいたものっていうのは出たんで、今日はねこの辺目の前にあるこのカメラ関連の機材の中で、実際次また旅行に行くとであればね何を持って行って何を持っていかないかっていうのをご紹介しようかなと思います。最初からね結論っていうのを言うと、次に同じような旅行に出るとすれば僕が持っていくものっていうのはねこれですね。じゃんじゃんじゃんと、これで逆に持っていかないものっていうのはこれです。じゃんじゃんじゃんで、この辺のレンズももう持っていかないです。はい。ということでね、今日はねちょっとこの辺でねその理由っていうのをねまずご紹介しようと思うんですけれども、まずやっぱりこのメインとなるこのミラーレスカメラですね。一番綺麗な映像が撮れる、そういったカメラで同時に写真っていうのも撮れるっていうモデルで、僕はねマイクロフォーサーズっていう規格のカメラっていうのをよく使っていて、その中でもパナソニックが出しているルミックスの GH7 っていうモデルですね。これはもちろん今回の旅行でもよく使いましたし、次行く時でも持っていくかなというふうに思うんですね。でレンズっていうのはね今ちょっと手元になくて、この10カメで使っているレンズっていうこともあって、12から 60mm F2.8 から F4 っていう、レンズがあるんですね。これをこの GH7 につけて使うというふうな形で、これは外せないかなと。であとこの小型系のアクションカメラとしては、やっぱり僕の場合はねGoPro ファンっていうこともあって GoPro Hero 13、これをよく使っていました。で同じくねちょっと今手元にはないんですけれども、さっきも言ったDJI のアクション5 Pro ね、あれもねよく使っていたんですね。で僕の中で使い分けっていうのがあって、日中の昼間はねこの GoPro を使っていました。で夜間であったりだとか、あと室内ねそういうところでは DJI のアクション5 Pro を使うっていう風な形で使い分けていたんですね。っていうのもね、日中ね太陽がある日中の映像ではねDJI と GoPro 比較してね、僕の中ではやっぱ GoPro の方がねずっと綺麗な映像ね、特に色の具合っていうのがねGoPro の方がね使いやすいんですね。特にこういったミラーレスカメラと撮ったものと混ぜやすいっていう特徴があって、昼間はねこの GoPro Hero 13っていうのをずっと使っていて、ただGoPro の弱点っていうのは夜であったりね室内に入るとノイズっていうのがね多くなってしまうんですね。その一方 DJI のアクション5 Pro っていうのは日中はねGoPro と比較するとそんな綺麗な映像っていうのは撮れないんですけれども、夜であったり室内であれば GoPro と比較してノイズっていうのが少ないクリーンな映像っていうのが撮れるんですね。なのでその2台っていうのを使い分けていたというふうな形で、こういったアクションカメラっていうのはね、実際僕の旅行映像の7割8割っていうのはこういったアクションカメラで撮られていたというふうな形なんで、稼働率としてはねめちゃくちゃ高いっていうこともあって、このアクションカメラがあるかないかっていうのはね、僕の中では旅の映像ってガラッと変わってくるものなんで、やっぱりこの辺は欠かせないかなというふうに思います。であと DJI の Osmo Pocket シリーズね、僕が使っているのは Osmo Pocket 3で、最近ね Osmo Pocket 4っていう新しいモデルが出たんですけれども、やっぱりこれもね外せないですね、旅行には。ただこのジンバルカメラはね個人的にね使用頻度としてはそんなに高くはないんですよ。実際Vlog 的な使い方をするっていう風になれば圧倒的にこのアクションカメラの方が便利なんでこっちの方を使ってしまうんですけれども、やっぱり映像っていうのはねこういったアクションカメラと比較すると、一段綺麗と言いましょうかね。それこそこういったミラーレスカメラと比較しても遜色のない映像っていうのが撮れるということなんですよ。こういったね
ミラーレスカメラね、どれだけこの手ぶら補正が強いって言ってもやっぱり歩きながらはね、ジンバルカメラほどの安定性っていうのはないですから、散歩映像という観点からやっぱりこのポケット3っていうのはやっぱり欠かせないんですよね。それと同時にね、アクションカメラ的な使い方もできるっていうこともあって、これもやっぱり次の旅に出るとなれば持っていくかなと。ただしやっぱりこのジンバルカメラってこのアクションカメラとの一番の違いっていうのは、やっぱりカメラとしてやっぱり壊れやすいことは間違いないんですよね。こっちはやっぱり故障のリスクっていうのがあるんで、その辺注意が必要なんですけれども、僕の場合やっぱり散歩映像を撮るっていうことになればこのポケット3っていうのも欠かせないかなと。であとね、これGoPro Max 2っていう、これレンズがね前後2つについている、いわゆる360度カメラっていうモデルなんですけれども、これもやっぱり欠かせないっていうのも、360度映像っていうのは他のカメラでは撮れないですし、であとこの GoPro Max 2っていうのはシングルレンズモードっていう使い方っていうのができるんですね。つまり片方のレンズだけを使うっていう風な使い方で、そうするとこの GoPro Hero 13とほぼほぼ同じ映像っていうのが撮れるんですよ。なので360度カメラとしても使えますし、アクションカメラとしても使えるっていうことで、個人的にアクションカメラ1台しか持っていかないっていうことになれば、360度カメラを1台持っていくっていうのもありかなというふうに思っていて、でこの辺ね360度カメラっていうのもこの同じく DJI だったり他のねインスタ360っていうところからも出ていて、今回の旅にはね持っていかなかったんですけれども、こういったDJI のね DJI360 っていうカメラもあって、僕の場合はね普段GoPro を使うことが多いんで、この GoPro Max 2を今回持っていったんですけれども、例えばDJI のカメラをよく使う方なんかはねこっちのモデルでもいいかなと。あとやっぱり360度映像って、とりあえず撮っておけばあと編集で、結構いろいろなことができるっていう利点っていうのもあるので、ただ実際この GoPro Max 旅の最中でもねよく使ったんですけれども、360度カメラとしてはね最初はねよく使っていたんですけれども、途中からねあまり使わなくなったんですよね。っていうのもやっぱりね360度カメラの場合っていうのは、編集でやっぱりリフレームっていう風な形で結構時間が取られてしまうんですよね。なので保険としてね360度映像が撮れるっていうことも大きいんですけれども、それだけではなくてシングルレンズモードとしてこういったねアクションカメラとほとんど変わらないような形で使えるっていう風な、そういった利点もあるかなと。ただしこの GoPro Max ね他のこの DJI の方も同じなんですけれども、このディスプレイっていうのがね片面にしかないんですよね。なのでこういったアクションカメラって、最近は背面と前面に両方ディスプレイっていうのがあるんで、自撮りをした流れの中で風景を撮るとしても両方のディスプレイでね今撮れている映像っていうのが確認できるんですけれども、この360度カメラの場合っていうのは自撮りをした後風景を撮ると、そっちの映像っていうのがねこのディスプレイがね向こう側向いちゃうっていうこともあって、その辺痛しかゆしなところではあるんですけれども、やっぱりこの360度カメラっていうのも次にまた同じような旅行に出るとしては持っていくカメラというふうな感じなんですね。なのでこの辺が実際に持っていくカメラということで、残念ながら今回の旅行に持っていったんですけれども、ほとんど使わなかったカメラレンズっていうのがこっちになるんですよ。これまずね GoPro Hero っていうカメラで、ただでさえ小さいアクションカメラの中でもさらに小さいものなんですよね。でこれは僕は完全に保険用のカメラとして普段持ち歩きするリュックには入れておかずにバックパックの方にこれを入れておいて、もし仮にねカメラバッグそのものが盗まれたりしたとしても、これだけあればなんとかやっていけるっていう風な形で、保険としてね持って行ってたんですけれども、よくよく考えればねそういった緊急事態の時には、スマートフォンなんかでね代替はできるかなというふうに思っていて、結局これはね旅の間1回も使うことがなかったモデルということで、半年間の旅でね1回も使わなかったんだったら、おそらく次行っても使わないだろうということで、これは持っていかないかなというふうに思います。であとねこれはね自分でもちょっとびっくりしたんですけれども、 DJI Nano っていうモデルなんですね。でこれはめちゃくちゃ小型で、このカメラ部分とディスプレイ部分っていうのが取り外しできて、でこういった付属のねネックレスなんかを使うと首からぶら下げても使うことができるっていうことで、当初はねやっぱりこれ旅行なんかにね絶対使えるカメラだなと思って持って行ってたんですけれどもね、実際ね中国ではねこれねよく使ったんですけれども、それ以降ね、ほとんど使わなくなったんですね。でその理由っていうのはね、やっぱりねこれを使ってね撮影するっていう風になると、さっきも言ったようにペンダント型でこの辺に取り付けて、手ぶらで撮影できるっていうところがあるんですけれども、自分がね隠し撮りをしているようなね罪悪感をね持ってしまうようになったんですよ。っていうのも中国を旅行している時なんかにはこれはね結構よく使っ
っていて手ぶら撮影とかっていうのはしていたんですけれども、例えばどっかのレストランとかに入ったりすると店員のね視線がねこの胸元のねこのカメラに行く時っていうのがあるんですよ。やっぱりこういったアクションカメラにしてもそうなんですけれども、やっぱり撮っていることっていうのが周りにある程度知られているっていうのは旅行映像を撮るときに結構必要なことかなというふうに思っていて、誰からも撮ってるってわからない状況の中で映像を撮ることになんかね僕はね罪悪感を感じるようになったんですよ。で特にやっぱり中国ってこの DJI の本拠地っていうこともあって、こういうカメラのこともねよく知られているんだと思うんですね。なので街中で使っているとね目線がねこっちに行くんですよね。あいつあそこでカメラを撮ってるみたいな感じで、なんだったらね避けられたりすることっていうのもあったんで、そうなってくるとなんか使っていてあまり個人的にもねいい気がしなくなってくるというか、使用機会っていうのがねどんどん少なくなっていったんですね。ただねこの DJI のナノっていうのはカメラとしては本当によくできているカメラで、出てくる映像っていうのはねそれこそねアクション5プロとねそんなに変わらないような綺麗な映像っていうのが撮れるんですよ。ディスプレイなんかも前後することができて、使い回しっていう面ではいいんですけれども、このナノの一番の使い勝手であるこういったボディマウントをしてね撮影するっていう風な機会っていうのが個人的にはねほとんどなくなったっていうこともあって、途中からこれはもう全然使わなくなったんで、次の旅行でもこれは持っていかないかなと、それぐらい使用頻度っていうのが少なかったんですね。であとね使わなかったカメラこちらですね。コンデジですね。センサーサイズ的に言うとオズモポケット3と同じ1インチセンサーを使っているモデルなんですけれども、これはソニーの RX100M7 っていうモデルで、このレンズが 24mm からズームするとね 200mm まで撮れるっていう風な、かつては高級コンデジって言われていたモデルなんですね。なので映像の質的なことで言うとこのでっかい本格的なミラーレスカメラよりかは劣るんだけれども、こういったアクションカメラであったり、あとはジンバルカメラなんかと比べてもねレンズワークができるっていうこともあって多種多様な写真や映像が撮れるっていうことで、これも出発前はね結構使用頻度があるかなというふうに思ったんですけれども、実際はねこれもねほとんど使わなかったですね。なかなかこういった大きなカメラをね取り出せないような環境下で望遠の写真や映像を撮ろうと思ったら、これを取り出すよりもスマートフォンで撮ることの方が多かったんですよね。もちろんスマートフォンと比べるとね写真や映像の質っていうのはねこっちの方がね断然いいんですけれども、それでも利便性という面ではねあまり出番がなかった。であともう一つこれバッテリー持ちが良くないっていうことと古いカメラっていうこともあって、この充電用のねポートっていうのがねマイクロ USB っていうタイプなんですね。なのでこれ専用のケーブルとかっていうのを持たなきゃいけないっていうこともあって、充電するのもねめんどくさくなって、もう途中からこれもほとんど使わなくなったっていう風な形で、次行く時はもうコンデジはいいかなと。それこそ映像や写真に強みを持っているスマートフォンを持っていく方がいいかなということで、これも旅にはもう持っていかないかなというふうに思います。であとねレンズ群なんですね。この GH7 に使うレンズ群で、今回天下目に使っているさっきも紹介した 12mm から 60mm っていうズームレンズ以外にこの3本のレンズっていうのを持っていってたんですね。これ 9mmF1.7 っていうフォーサーズセンサーでこれを使うと35mm 換算で 18mm の超広角レンズなんですけれども、これであったりだとか、あとはねこの望遠レンズとして45から 200mm っていうね、でこれも35mm 換算するとこれだけコンパクトで 90mm から 400mm まで撮れるっていうかなりお手軽便利ズームなんですよ。でしかもねちゃんとレンズ側でもねパワー OIS っていうことで手ブレ補正がついているモデルで、個人的にはねマイクロフォーサーズを使っていてよく使っていた望遠レンズなんですね。であともう一つ単焦点レンズとして 25mm の F0.95 っていうこれ北斗レンダーから出ているノクトンシリーズっていうレンズなんですね。でこれら3つっていうのもね、特にこのね単焦点のね 25mmF0.95 っていうのはほとんど使わなかったんで、旅行の途中のバンコクでねその時にこれは送り返したという風な感じで、正直単焦点のレンズっていうのはあまり使わなかったです。で一応ねこの2つのレンズっていうのは全く使わなかったっていうわけではなくて、たびたび使うことはあったんですけれども、ただやっぱり使用頻度としてはそんなに高くなくて、常につけている 12mm から 60mm ね 35mm 換算すると24から 120mm っていうことで、一応広角から望遠まで
扱えるズームレンズっていうことで、それをねもうほぼほぼつけっぱなしにしていたという風な形なんですよ。今回ね特に思ったのはね、こういった一眼レフタイプのカメラね、僕も以前からねずっと使っているんですけれども、かつてはねやっぱりカメラといえばこのタイプだけしかなかったんで、レンズっていうのもね旅の最中にね交換するのって当たり前だったんですけれども、最近は特に広角面ではこういったアクションカメラっていうのが使えますし、で防衛面でもねスマートフォンがね優秀になってきているっていうこともあって、レンズ交換の機会っていうのがねあまりなかったんですよね。次回行くとなったらこういったレンズっていうのは結構重いし場所も取るんで、バッサリ切って、標準のズームレンズ1本でやっていくっていう風な形になるかなというふうに思いました。カメラ好きの方はねいろいろなカメラを使いたいっていうところだと思うんですけれども、別にカメラはそんなに好きなわけではないけれども、旅行の映像を撮りたいっていう場合は個人的にはこういった綺麗な映像が撮れるカメラ、メインカメラ1台と、あとこの辺のねアクションカメラあたりから1台ぐらい選ぶっていうのが一番いいかなと。でそれプラスしてスマートフォンっていう風な形でね機材を組んでいけば、かなりクオリティの高い旅行映像が撮れるのではないかなという風に思います。というわけで今日はね半年間にもわたった長期のバックパック旅行に持っていった8台のカメラの中で実際よく使ったものとそうではなかったものっていうのを紹介しました。こんな感じで旅系のフィードバック動画が続いていますけれども、またね日常に戻りつつある中、動画更新っていうのを続けていこうと思いますので、もし気にいただきましたらいいのチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。